はい、こんにちは。今日はね、ロケットランチャーやっていきたいと思います。前回、ひとまず火薬の使い方は分かったので、それを活かして大ダメージを与える武器を作りたい。ということで、行ってみましょう。まず大型の銃を作りたいわけなので、でっかい弾を用意します。できるだけ正方形にしといた方がバランスがいいかな。ちゃんと飛ぶかどうかわかんないんだけどとりあえず約20キロの弾が出来上がりました。でかすぎるかで、起爆の仕組みは前回と同じく電池でタングステンを加熱する方式です。前回はたまに不発弾になったりしてたんだけど、ここに松ぼっくりを挟むといいらしいので、これを貼っつけときましょうかね。で、ここに鉄をくっつければ、自分でも何が起きたか分かんなかったんだけど鉄がしっかり冷めてなかったみたいですね。赤熱してなかったから安心しきってたんだけど、赤熱する600度よりも下がってたとはいえ、多分まだ500度くらいあったんじゃないかな。とにかくほぼ最初からやり直しですちゃんとこまめにセーブしときましょう。で、前回薄いものが無視されて変なくっつき方をする現象があったんだけど、これはちょっと離れたところからくっつけるとうまくいきやすいみたいです。よし、ちゃんと着火するかを確認してみると、一応ちゃんと着火したんだけど、タングステンを2枚つける意味がなさそうだったので1枚にしときます。複数あるとその分電力を消費するし、熱が分散しそうなんだよね。あと松ぼっくりは着火さえすればいいので、もっと薄くしたのと、電池を8本から10本に増やしてパワーアップしときます。これで早く着火できるようになりました。よし、ちょうど鉄も冷めてきたので、さっき作った着火部分とくっつけます。これで試してみると、ちゃんと弾が飛んで約3000ダメージ。何回かやってみたんだけど、安定して3000ダメージを叩き出しますね。ただ火薬こんなに使ってる割にはダメージが少ないような気がする。もともと 6.3 キロ使ってたんだけど、試しに薄く切って 0.5 キロ。これだとまともに飛ばないですね。さすがに減らしすぎるとダメなのか。 1.6 キロで試してみると、ちゃんと飛んで3000ダメージくらい出ますね。さっきの 6.3 キロと比較して誤差範囲で下がってはいるんだけど、火薬は中心に近い方が威力が強くなるってな研究結果があるので、さっきみたいに大きすぎる塊を作っても効果が薄いってことですかね。よし、じゃああっちの壁まで届くかどうか。飛ぶというか
ギリギリ届いてはいるんだけど、転がってるって言った方が正しいかな。試しにさっきの 6.3 キロの火薬で試してみると、さっきよりはいいんだけど、それでも飛んでるとは言い難いですね。この弾の重量に対して適切な火薬の量や形状は多分難しいところなんだけど、これ以上の火薬を一度に使うのはもったいないし、そもそも弾がでかすぎる気がしてきました。なので今回はこの約20キロの鉄の塊を諦めて、こんな感じの鉄の刃を組み合わせた弾を作ってみました。重量は減ってるんだけど、鋭い部分は増えてるので、総合点ではむしろ良くなってるんじゃないかな。飛距離とかダメージとかを確認しながら細かい調整をしていってるんだけど、刃を薄くしたせいで火薬の爆発で壊れることがありますね。こういう時は弾本体を守るために間にゴムを挟んどくと壊れにくいかな。ちなみに前回弾がまっすぐ飛ばなかったってな問題があったんだけど、まっすぐ飛びやすくするコツとしては、弾は中心を意識してできるだけ均等に作るっていうのと、火薬の中心に設置するっていう風にするといいみたいです。最初はなかなかうまく狙えてないんだけど、うまく当たれば1万以上入りますね。何回も撃ってるうちに慣れてきて、後半ではほとんど板には当たるようになりました。それはいいとして、とりあえずロケットっぽい大きめの弾を作ってみたわけなんだけど、ロケットっていうのはただの大きい弾じゃなくって、燃料で飛ぶタイプの弾なんだよね。この世界では熱量で推進するものは火薬しかないんだけど、やるとしたらこうやって火薬を複数くっつけて連続爆発させるってな方法があります。これは以前花火の回でも試してたんだけど、ちゃんと2段階で爆発してますね。ただこれをやると方向が不安定になるので、実際に武器として使うには難しいんだけど、意外といけるな。さっきからしこたま練習してたせいか、さっきまでとあまり変わらない命中率でいけますね。って言ってもね、射撃として信頼できる命中率とは言えないし、当たりどころも結構ムラがあるので、ちょっと使い勝手に関しては悩みどころがありますね。とはいえある程度様になってきたので、あとは実践で試してみましょう。今回は要塞のあちら側を狙っていきましょうか。とても何かを狙って当てられるような気がしないんだけど、あの辺に打ち込めば何かに当たるような気がするんでね。ロケットは前回同様このレボンラックに組み込みます。前回みたいに付け外しで発射してもいいんだけど、ロケットランチャーを構えるような姿勢を取りたいので、スイッチを用意しときます。傾けても勝手に接触しないようにベアリングが
中途半端に引っかかるようなレバーをつけました。よし、これで行ってみましょう。構えてみた感じ、我ながらサイズ感とかはバッチリですね。いざ。おー、かなりいい感じのところをかすめました。たださっきは本体を地面に固定してたんだけど、それを手で持っているので反動も結構影響しますね。あさっての方向に飛んでいったり、そもそもどこに飛んでいったかわからないこともあります。自分が吹っ飛んだりもしますね。あ、これね、やったかって本人は思ってるんだけど、映像をご覧の皆さんはお分かりの通りやってません。本人からは煙で見えないんだけど、なんかおかしいなと思って確認したら柱が折れただけですね。まあ、あの距離から一発で柱を折ってるのってそれなりには強さをアピールしてもいいんだけど、この結果には不満があったのでなかったことにして引き続き打ちまくってます。途中ベアリングホルスターに引っ掛けてみたり、打つ姿勢を変えてみたりもしてるんだけど、結論から言うとこの後要塞内の何かを破壊するには至りませんでした。たまにその辺の木を倒したりはしたんだけどね。っていうかね、これね、そもそも使い方間違ってるような気がする。さっき練習してた壁打ちだと結構な確率で命中できてたし、結構なダメージが出てたので、中距離用のある程度大きい的に対して効果的なんじゃないか。よし、要塞にはこれ以上近づくのが怖いんだけど、本拠地の裏に放置してたドローン基地があるので、あのスポナーを相手に戦ってみましょう。さっきの練習用の壁よりもちょっと近いくらいなんだけど、当たりはしますね。もうちょっと距離を詰めてみるか。この距離ならかなりいい感じにいけますね。こいつの最適な間合いとしてはもっと詰めた方が良さそうなので、ビームが届かないギリギリラインからここで何発か試してみると、ドローンスポナーを破壊することができました。ダメージは見えないんだけど、スポナーの耐久度は1万以上あるので、一撃で1万以上入ってますね。まあ今回は最終的には要塞攻略にはつながらなかったんだけど、ドローンスポナーを敵の射程圏外から倒すことができたってことで、まずまずの成果と言っていいでしょう。ということで、前回に引き続いて重機を作ってみたわけなんだけど、実は弾の重さとか形、火薬の量とかに関しては途中うまくいかなかったところとかははしょっちゃったんだよね。まあこの辺はかなりやり込み要素がありそうなので、いろいろ試してみるといいのではないでしょうか。ただね、最大の問題としては当たらないと話にならないで、前回いただいた
コメントのうち照準器をつけたらどうかってなお話もあったので、ダメージよりも精密に狙える武器があった方がいいんじゃないかということで、次回はスナイパーライフルやっていきたいと思います。はい、じゃあ今日はこの辺でバイバーイ。